イベントを使用して処理を実行する方法を説明します。プロパティの値の変化など、イベントが発生したときに Python スクリプトの処理を呼び出します。動画内で使用する Gemini のファイルをダウンロードします。ファイル名は、イベントハンドラーススタート .vcmx です。ファイルを開くと、Gemini にコンポーネントが表示されます。モデリングタブを開きます。3D ワールドのコンポーネントを選択します。コンポーネントグラフウィンドウのノードツリーをすべて展開するため、プラスを選択します。プロパティのプラットフォームレングスは、台座の長さを表示しています。値は700です。ビヘイビアのサーボは、コンポーネントを駆動させるためのサーボコントローラーです。プロパティウィンドウのジョイントにジョイントアンダーライン X とジョイントアンダーライン Y が設定されています。リンク1のリンクプロパティウィンドウのネームはジョイントアンダーライン X です。リンク2のリンクプロパティウィンドウのネームはジョイントアンダーライン Y です。つまり、サーボでリンク1とリンク2を駆動できます。コンポーネントグラフウィンドウのルートノードを選択します。動作設定、ビヘイビア、その他、Python スクリプトを作成します。オンチェンジドイベントを使用して、プロパティの値が変更されると、出力ウィンドウにメッセージを表示するように記述します。def、オンシグナルを削除します。コンプ、イコール、ゲットコンポーネントと記述し、Python スクリプトを設定しているコンポーネントを取得します。プラットフォームアンダーラインレングスイコール comp.getProperty プラットフォームレングスと記述し、プロパティのプラットフォームレングスを取得します。プラットフォームアンダーラインレングス .onChanged イコールレングスチェンジと記述し、プラットフォームアンダーラインレングスの値が変わると、レングスチェンジという関数を呼び出します。def、レングスチェンジと記述し、レングスチェンジの関数を作成します。引数はプロパティとします。プリント、プラットフォームレングスチェンジド to%.2f と記述し、出力ウィンドウにプラットフォームレングスの変更後の値を表示します。%.2f で小数点第2位までの値を表示できます。プロパティの値を表示するため、%property.value と記述します。コンパイルボタンをクリックします。コンポーネントグラフウィンドウのルートノードを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウのプラットフォームレングスの値を1000に変更します。出力ウィンドウを確認すると、値が1000に変更されたという内容のメッセージが表示されます。オンバリューチェンジイベントを使用して、シグナルの値が変更されると、出力ウィンドウにメッセージを表示するように設定します。動作設定、ビヘイビア、シグナル、ブール型を選択し、ブーリアンシグナルを追加します。プロパティウィンドウの接続をクリックします。プラスボタンが表示されるため、クリックすると、Add Connections Items ダイアログが表示されます。Python スクリプトを選択すると、接続に追加されたことがわかります。シグナルを条件にスクリプトを処理したい場合は、Python スクリプトと接続した信号を使用することができます。Add Connections Items ダイアログを閉じます。ジオメトリー、フィーチャー、その他、フレームを選択し、フレームを追加します。ツール、スナップを選択し、フレームを台座の上面中央に合わせます。動作設定、ビヘイビア、センサー、レイキャストを選択し、レイキャストセンサーを追加します。レイキャストセンサーの検知状態を出力するため、ブール型のシグナルを追加します。プロパティウィンドウのブールシグナルで、ブーリアンシグナルを選択します。
フレームでフレームを選択します。シグナルの値は、シミュレーション実行中にセンサーがトリガーされるたびに変更されます。コンポーネントグラフウィンドウの Python スクリプトを開きます。温欄内のパスを削除します。サーボイコール comp.findBehavior サーボと記述し、Behavior のサーボを取得します。while true と記述し、ループ処理します。サーボ .moveJoint と記述し、コンポーネントの動作範囲を設定します。サーボコントローラーを割り当てたリンクの番号を指定します。リンク1を動かすため、0番目にします。リンク1のコンポーネントは 800mm 動かすため、800.0 と記述します。ディレイ5と記述し、リンク1のコンポーネントの移動後、5秒待機します。サーボ .moveJoint 0、0.0 と記述し、0mm に戻します。シグナルイコール comp.findBehavior ブーリアンシグナルと記述し、Behavior のブーリアンシグナルを取得します。シグナル .onValueChange イコール jointValues と記述し、シグナルの値が変わると jointValues という関数を呼び出します。def jointValues と記述し、jointValues の関数を作成します。引数はシグナルとします。jointx イコール comp.joint_x と記述し、センサーが検知した時のリンク1の値を jointx に格納します。joint_y イコール comp.joint_y と記述し、センサーが検知した時のリンク2の値を joint_y に格納します。プリント joint_x is %s and joint_y is %s と記述し、出力ウィンドウにセンサーが検知した時の joint_x と joint_y の値を表示します。%s で文字列を表示できます。joint_x と joint_y の値を表示するため、%joint_x、joint_y と記述します。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。リンク1のコンポーネントは X 軸方向に動作しますが、センサーを通っても出力ウィンドウに検知した時の位置が表示されません。シミュレーションをリセットします。センサーがコンポーネントを検知するように設定します。コンポーネントグラフウィンドウのレイキャストセンサーを選択します。プロパティウィンドウの親テストを確認すると、チェックが入っていません。センサーは自分自身のコンポーネントを検知することができません。親テストにチェックを入れることで、自分自身のコンポーネントを検知することができます。今回、台座とリンク1には、一つの同じコンポーネント内にあるため、親テストにチェックを入れる必要があります。プロパティウィンドウの親テストにチェックを入れます。コンポーネントグラフウィンドウのフレームを選択します。フィーチャープロパティウィンドウの座標で親を選択します。座標を親とすることで、装置をフレームの座標の基準にできます。センサーが台座に触れている場合、センサーが常に台座を検知してしまうため、Z 軸座標に1を追加し、上にセンサーを移動させます。シミュレーションを実行します。出力ウィンドウに、センサーが検知した時のジョイント X とジョイント Y の値が表示されます。リンク1、2がセンサーに触れた時と、触れなくなった時に検知した値が表示されていることがわかります。シミュレーションをリセットします。オンハートビートイベントを使用して、サーボコントローラーのパルスを使用し、出力ウィンドウにメッセージを表示するように設定します。
コンポーネントグラフウィンドウのサーボを選択します。プロパティウィンドウのパルスを使用にチェックを入れます。パルスは物体の計測や検知ができるオンオフ信号です。パルスを使用することで移動中、停止中などのコンポーネントの動作ステータスを取得できます。パルス時間は 0.01 にします。コンポーネントグラフウィンドウの Python スクリプトを開きます。サーボコントローラーのステータスと表示したい文字列を記述します。タイプマップを使用し、ステータスと文字列の対応表を作成します。VC アンダーラインコントローラーアンダーラインスタートと記述し、検知したいコンポーネントがスタートの位置にいる状態をスタートの文字列とします。VC アンダーラインコントローラーアンダーラインランニングと記述し、検知したいコンポーネントが移動中の状態をランニングの文字列とします。VC アンダーラインコントローラーアンダーラインエンドと記述し、検知したいコンポーネントがゴールの位置にいる状態をエンドの文字列とします。VC アンダーラインコントローラーアンダーラインストップと記述し、検知したいコンポーネントが停止中の状態をストップの文字列とします。オンラン内にサーボドットオンハートビートイコールハートビートステートと記述し、ステータスが変わるとハートビートステートという関数を呼び出します。def ハートビートステートと記述し、ハートビートステートの関数を作成します。引数はサーボタイプとします。プリントサーボハートビートタイプ %s と記述し、出力ウィンドウにステータスを表示します。タイプマップの文字列を表示するため、タイプマップタイプと記述します。リンク1と2を両方動かすため、オンラン内のサーボドットムーブジョイントを削除します。ムーブジョイントは指定した一つのジョイントのみを動かします。今回はリンク1と2の両方、つまりすべてのジョイントを同時に動かしたいため、すべてのジョイントを同時に動かすことができるムーブを使用します。サーボドットムーブ 800.0 と記述し、リンク1と2を 800mm 動かします。サーボドットムーブ 0.0 と記述し、リンク1と2を 0mm に戻します。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。リンク1と2が 800mm 移動します。出力ウィンドウにスタート、ランニングなどのステータスが表示されます。イベントを使用して処理を実行する方法の説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。